おはようございます。道の駅中札内で仮眠していました。今日はね、朝からこの通り快晴でございます。それではね、まずは朝の散歩から行ってみましょう。はい、こちら道の駅に併設されているのは中札内カントリープラザ。こちらはですね、授乳室とかおむつやミルクの自動販売機が設置されているほか、観光案内所の事務所とか、キッズスペースが入っているそうです。はい、そしてお隣はビーンズって、こんなとこにミスタービーンズは住んでたんですね。ってちゃうちゃう。この建物は昭和27年に建築された旧農林省バレー所原原種農場の事務所らしいですね。その建物を道の駅中札内の敷地内に移築したものだそうです。そしてそのお隣、こちらは開拓記念館。明治時代富山から入植した農家が昭和63年まで実際に使用していた旧開拓農家住宅で、歴史的遺産を保存し、郷土の歴史、生活文化を継承するために寄贈を受け、平成4年に現在の場所に移築復元されました。だそうです。そして散歩を終えてからやってきたのはスターバックスコーヒー帯広稲田店。昨日一日ね、雨だったので公園の駐車場でずっと編集してたんですね。その動画のアップロードと、そしてまた次の動画の編集のためにスターバックスにやってきました。続いてやってきたのは十勝地方の南部に位置する大樹町。大樹町は豊かな自然と宇宙への挑戦が共存する非常にユニークで魅力的な町です。大樹町といえばまず語られるのが宇宙です。1980年代から航空宇宙産業基地の誘致を進めており、現在は JAXA 宇宙航空研究開発機構や大学、民間企業の実験が頻繁に行われています。ホリエモンが創業した民間ロケット企業インターステラテクノロジースの本社があり、自社開発ロケットモモなどの打ち上げが行われる場所として全国的に有名です。アジア初の民間の商用宇宙港として整備が進んでおり、未来の宇宙旅行の玄関口になることが期待されています。はい、大樹町といえばここですよね。宇宙交流センター空。ここでは民間ロケットモモの実物大模型やロケットエンジン P エンジンの展示、JAXA の実験用大気球などが展示されています。開館時間は10時から16時まで、冬季や平日など時期により閉館している場合もあるそうです。じゃあ早速行ってみましょう。大樹町、その平和な日常が今音を立てて崩れようとしています。太平洋から突如として姿を現した未知の巨大生命体。その姿はかつて物語で語られた伝説のオウムのよう。しかし確実に大気の大地を踏みしめ上陸したモンスター。目指すはロケット発射場か、それとも市街地か。果たして最先端の科学技術を結集したこの街は未曾有の危機を乗り越えることができるのか。大樹町の運命を握るのは今この瞬間です。館内にはこのように宇宙開発の歴史や大樹町の歩みなどの展示があります。そしてひときわ目を引くのは日本初の民間単独ロケットとして宇宙へ届いたモモの実物大の模型です。JAXA による巨大な観測気球の実験資料も見どころの一つ。次世代ロケットゼロのエンジンパーツなど現在進行形の宇宙開発の最前線を間近に見ることができます。Tiny train chugging slowly down the line, carrying precious cargo. はい。ということでね、大樹町宇宙交流センター空見学してきました。そしてね、海岸の方に出てきて、海岸線の道をずっと南の方に向かって南下していってます。75キロぐらい走ったでしょうかね。
だいぶ目的地の方が近づいてきました。今度は晴れてんで。晴れてるな。風はきついけど。左方向です。前、暴風やったもんね。およそ500メートル先、目的地です。ここですね。はい、やってきたのは北海道の南端、日高山脈がその高度を下げ、そのまま海へと突き進む場所、それが襟裳岬です。岬の先からは約2キロにわたって岩礁が連なり、太平洋の荒波が真っ白なしぶきを上げて砕け散ります。ここは1年のうち290日以上、風速10メートル以上の風が吹く日本屈指の強風地帯。かつて森が失われ、砂漠と呼ばれた時代もありましたが、地元の漁師さんたちが長年をかけて緑を植え続け、今の美しい景観を取り戻しました。アザラシとかラッコとかいませんか？なあ。はい、ここが先っぽですね。前回来た時はね、すごい暴風雨でね、ここまで来ることはできませんでしたけどね、今回はすごいいい天気で良かったです。島倉千代子やね。そんな歌があったん？島倉千代子とか。はい、そしたらね、晴れてる襟裳岬を見た後はまた海岸線をね北上していきます。タラブレッドが駆け抜ける日高路を走り、新冠町の小高い丘の上、そこに佇むのが新冠温泉レコードの湯です。この一番の贅沢は露天風呂から望む太平洋の大パノラマ。特に日本夕日百選にも選ばれた新冠の夕暮れ時は圧巻です。空と海が黄金色に染まっていく様子を湯船から眺める時間はまさに至福のひととき。泉質は美肌の湯として名高いナトリウム塩化物炭酸水素塩泉。少しとろみのあるお湯は肌の汚れを落とし、湯上がりは驚くほどしっとりすべすべに、体の芯からじんわりと温まり、旅の疲れが溶け出していくのを感じます。その施設の名前にもあるレコードというのは、100万枚を超えるアナログレコードを収蔵するレコード館があることでも知られる音楽の聖地であることから付けられたそうです。今日はビーフシチュー的なものを作ろうと思います。
北海道だけにちょっとね早くできるようにもう細切れでいきますね。マッシュルーム、それと肉ですね。肉も先に切っときましょう。それでポテトはねちょっとね火通るに時間かかるんでこれにしちゃいました。今日はねささっと簡単にいきたいと思うので。煮詰めるので水入れとこうか。ちょっと煮詰めるので水入れときます。クローブとかあったらいいのにね。唐辛子だ。さてね、そしたらリモももうぬくもった頃だと思うので、身を取っていきましょうか。なんかこう、青いものがあればいいんですけど、ちょっとね、もう旅行中でそういうものはないので、これで。はい。ビーフシチューの出来上がり。はい。スパークリングスパークリングワイン。今日はスパークリングワインあることがあったからね。あることがあったんですよ。そうやね。今日、スタバに行って、びっくりしました。気づいちゃいました。気づいちゃいましたね。うわくっつい。緩めただけでシューって上がってきた。よう揺れとったんやね。そうやね。はい。次ますね。さあ、焼きます。泡ばっかり。これはもうずーっと揺さぶってきたやつやからね。ピーロートさん。はい。そしたらね、シャンパン開けました。あ、パンや。パン。はい。とりあえず2個出しときます。1個は報い中に置いときます。ということでね、今日スタバに朝動画アップしに行ったんですよ。そしたら発見してしまいました。登録者数3000人超えてました。ありがとうございます。というわけで今日はお祝いということで、ピーロートさんのスパークリングワイン開けました。ありがとうございまおす。めでとうございます。これからもよろしくお願いします。で、この旅チャンネルの方じゃないですよ。DIY の方のね、チャンネルね。はい。このキャンピングカーを作る動画が今中心になってますけどね。DIY 動画のチャンネルやってますんで、よろしくお願いします。それでは、乾杯。はい。おめでとうございます。ありがとうございます。そしたら、ビーフシチュー、ちょっとね、テイスティング。適当に作ったビーフシチューやけどね。美味しいです。美味しいですか？はい。
まあ、芋がちょっと味濃いね、これ。もともと味がつけてあるからね。うん。で、これ、これはカマンベール。十勝。十勝のワインウォッシュ。なんか、十勝のフロマージュってめっちゃ有名なチーズ屋さんのほ十勝のワインウォッシュ。カマンベールをワインで洗ってるらしう。い。で、なんと、昨日うん。ずっといた中札内村で作ってるそうです。ああ、中札内ね。昨日ずっといたとこね。雨でうん。一日停滞したんですよね。うん、朝から晩まで動かず。その公園ですよね。うん。そのすぐ近くで作られたやつですね。美味しい。うん。うんパインオッシュ、うん。美味しいですか？なんか酸味がする。ちょっとそういう感じがしますね。うんうん。うんうん。はい。そしてそのチーズというのが十勝のフロマージュさんっていうとこですね。で、十勝の中札内村、大自然と清流に育まれた町だそうです。確かに大自然に。うん。なかなかワインで洗うと、そういうちょっと香りが、酸味の効いた香りがしますね。これ普通何で洗うの？どうすんのやろね。いや、普通にアルコールで消毒するだけなのかなと思うけど。賞味期限が近くなるほど力強い風味になります。なるほど。なるほどね。出来たてはカマンベールの感じであんまり香りがしないかもしれんね。そうやね。これはなかなかいけますわ。向こうで見たことないかな。見たことないね、これね。今日の朝ごはん、マッシュルームのバターソテーとソーセージ、目玉焼き、トマト、それと菓子パンです。ヨーグルトもありました。コーヒー。以上です。バナナが抜けてた。道の駅サラブレッドロード2カップで仮眠して、レコード館は空いてなかったので見てません。痛かったね。そうやね。お風呂でね、レコード見たけどね。そして出発します。はい。そして次にやってきたのは御殿山公園内にあるメナチャ市跡。メナチャ市は日高地方アイヌ二大部族の一つで、静内川上流の狩猟鬼菱が対立する下流の狩猟釈迦院の配下に打ち取られた茶市です。この茶市は釈迦院の戦いの初期に松前藩とアイヌ側との仲介の役割を果たした文四郎の館があった場所で、文四郎館とも言われています。現在は御殿山公園として整備されており、周囲を土塁と空堀で囲まれた大規模な茶市であることがよくわかります。また、吉永小百合主演の映画、北の0年のモデルともなった徳島藩家老で淡路洲本城代稲田国種主従の入植地としても知られており、御殿山公園内には稲田関連の石碑やレリーフなどがあります。そんな映画があったんですね。北の0年って全く聞いたことないですけどね。吉永小百合さん主演で、
渡辺謙さんとか石原さとみさんとか大吾鈴鹿さんとかね、出てたらしいですね。北の0年は2005年に公開された日本映画で吉永小百合主演の111本目の記念作品として制作された大作歴史ドラマだそうです。はい。公園にやってまいりました。ここはね、有名馬のね、墓がいっぱいあるそうです。そして公園の入り口には犬サフランがいっぱい咲いてますね。葉っぱのないチューリップみたいやね。これ周りに全部ずーっとそうなん墓？これ誰？テスコボーイ。知らんな。この辺はあれやね、古い1970何年とか、はい、これが噂の桜並木。秋なので桜は咲いてませんけどね。そしてこちら、桜並木についてのなんか碑でございましたわ。日本の道路100選。きっと Google AI 先生がこの秋の桜並木を咲かせてくれると思います。やったー、ありがとうございます。知らんけど。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて右方向です。右方向です。6km 道なりです。およそ500メートル先、左方向です。左方向です。あれか。あれやね。あれですね。およそ200メートル先、斜め右方向です。あっち？あれじゃそうなん。これが乗ってたね。そう。あれがそう。ジェッカってんね。はい、到着でございます。はい、続いてやってきたのは龍雲閣。龍雲ってニーカップ御料牧場の御料牧場とは皇室の馬を育てるための直管牧場のことです。静内ニーカップエリアは古くから馬の名産地として知られ、皇族や政府高官が視察に訪れることが多かったため、その宿泊施設として建てられました。この建物は北の宮殿とも呼ばれるほど格式が高く、明治、大正、昭和の3代にわたり多くの皇族が宿泊や休憩に利用されました。日本一の桜並木として有名な静内20軒道路桜並木の終点付近に位置しています。この桜並木自体ももともとは皇族が御料牧場を視察する際の行幸路として整備されたものです。
桜祭りの時期には明治天皇が実際に使用した馬具や豪華な漆器など家宝を見ることができ、多くの観光客が訪れます。そして龍雲閣のすぐ向かいに立っているこのレトロな洋風の建物は旧ニーカップ御陵牧場事務室です。牧場の館とも呼ばれているそうです。典型的な擬洋風建築、和洋折衷の西洋風建物です。龍雲閣が貴族などの貴賓を迎えるための宿泊・休憩施設だったのに対し、この建物は牧場の運営を行うための事務所でした。このニーカップ御陵牧場事務所は明治期の開拓使顧問エドウィン・ダンが設計し、1920年に竣工したそうです。戦後も家畜改良センター事務所として1969年まで活用されていました。今は廃墟のようになっていますが、一応管理されており廃墟ではないそうです。これ何神社？はい、これはね、生馬神社って馬に関するね、神社のようですね。まあ何にも他にはね、情報は書いてなかったんですけど、まあ名前からしてそういうことなんだと思います。はい。龍雲閣。平成18年っていつ？何年？その平成18年に天皇陛下がご来場なさって、この木を植樹されたそうです。記念館。はい、やってきました。ここはオグリキャップの功績を称える優春記念館。館内には有馬記念をはじめとする優勝肩掛けや馬服、記念写真などが展示されています。はい。オグリキャップの墓です。コマンパインチーフ。スマコバクリーク？知らんし。で、こっちがモヤのトップガン。モヤのトップガン。もう B1 を優勝してますね。へでなんか花備えてある、これは。成田ブリアン。成田ブライアン。あ、ブライアン？ブライアンか。そうや。成田ブライアンってめちゃめちゃ有名じゃない？そうなの？知らん。1998年やで。皐月賞を一箇所有馬記念。ああ、聞いたことあるね。20歳ぐらいの時にバイト先のみんなと一緒に尼崎かな、宝塚かな、なんかあの辺にあるすごいガラス張りの綺麗な競馬場でしたけどね、行ったことがあります。その時はね、馬券も買って結構楽しんだような思い出がありますけど、勝ったか負けたかは覚えてませんね。もうそれ以来ね、馬といえばモンゴルの草原を馬に乗って散歩したぐらいですかね。なんと今日は9月の27日でございます。はい。ちょうど成田ブライアンさんのご命日でございましたね。はい、お昼ご飯を食べにやってきたのはベンチタイム。海沿いの国道横にある洋食屋さんです。
気のぬくもりが感じられる温かい雰囲気のお店ですね。地元食材をふんだんに使った手作り料理が中心で、注文したのはグラタンセットと、そしてオムライスセットです。どちらもすごく美味しかったですよ。樽前号。駐車場ね、狭いところを止めようと思ったんですけど、今受付の人が出てきてくださって、ここ止めていいですよということで、ど真ん中真ん前に止めさせていただきました。ミール展示館。さて、本物が見れるのでしょうか。開館は9時半から5時まで、休館日毎週月曜日、年末年始入館料無料だそうですよ。平日プラネタリウム2時。設置されているのは旧ソ連の宇宙ステーションミールのコアモジュールです。これは単なるレプリカではなく、実際に宇宙へ打ち上げ可能な仕様で、本物と同じ素材構造で作られたものです。このような完全な状態の予備機が存在し、一般公開されているのは世界でここ1機のみです。ミールの予備機か。ドッキングポート。コロンビア、チャレンジャー、ディスカバリー、アトランティス、エンデバー、スペースシャトルって5機もあったんやね。すっげえな、もうめちゃめちゃ昭和感漂ってるね。ロケットモーターで、ロケットの側面についてるやつか。なんか中もボロボロやな。材質がひどいね。こんなんでよう飛んでたよね。なんか怖いね。これがミールの本体。ここが国際宇宙ステーションにくっつくとこやね。そしてこっちが実験棟とか居住スペースになるわけやね。他も入れるんやね。なんかすっげえレトロ。なんか昔の宇宙食って美味しくなさそう。ビデオでテープ入ってるのちょトレーニングマシーン。ここで寝んの？はっは。すげえな。古めかしい機械や。今はもうあれやもんな、タブレットピッてさ。これが食料庫。これがシャワールームだそうです。高架式シャワールーム。そしてこれが無重力対応トイレ。そしてこれ向こうギリギリ見えるかな、顔洗うところ。洗面台。こちらは予備機なので、本物。こちらは、持っています。なるほど。こっちが模型。こっちが予備機。国際宇宙ステーション ISS ですね、これね。野毛山天文台。あ、野毛山天文台って前行ったとこ？あっこやん。行ったね。
あ、これ写真撮ったね。45メートルの電波望遠鏡。ほんまや。Opening the camper's window wide, breathing in the crisp morning air. A clear river flows gently. はい、今日はね、朝から2時間ちょっと、スタバで作業してきました。大きい公園がね、あってね、その真横がスタバになってて、ちょっと公園も参加したんですけど、なかなか気持ちのいい公園でございました。出光カルチャーパー出光カルチャーパークだそうです。名前を打ったね。ク。お、そういうこと。え？そうでしょ。はい。苫小牧市です。はい、それでは出発したいと思います。これか。これ。見やすい。回転で。見てみな。あの橋が、あれやね。室蘭大橋。およそ300メートル先、白鳥大橋を左方向です。白鳥大橋ですか、あれは。はい、海の駅、到着でございます。はーい。港の貝の博物館って書いてあるよ。これはここで食っていく感じなの？へえ。なんかシーンってしてんだけど大丈夫？こいつ誰？安田圭のおじゃもじゃの仲間。もじゃもじゃの仲間こいつ。へえ。ここ？あ、ここみたいやで。こんな感じなの。へえ、なんかすごいね。すごいんですよ。ここで食べるんかどこで。はい、ということでね、おこい飯というお弁当を買いに行きました。2階がね、貝の博物館、無料で見学できるということで、見学してきました。いろんな貝がね、たくさん展示してありましたよ。あれは、あれは飾りやねんな。あれすごいですね、あのレジ。レジずっと使ってるんですけど。まあワンやからな。お弁当を買ってやってきたのは江友岬の公園ですね。ここの公園からはね、内浦湾の対岸をずっと見渡すことができます。向こうに見える山は多分北海道駒ヶ岳かな。そしたら僕濃い飯いただきたいと思います。中身はね、ホッキ貝のおにぎりが2つとスモークドエッグ、スモークドチーズがついていました。あ、それとおつまみわかめもついていましたね。おかずがね、酒のつまみのようなおかずだったので、お酒を飲みながらね、食べたかったですね。もうどれもね、高級食材を使ってあるのでね、味は抜群でしたね。
Blue sky stretching over the highway. George's van rolls on with ease. Ocean sparkles on the left-hand side. Mountains wave in the morning breeze. In the wind so crisp and clear, I feel alive. I feel right here. Sky road in the van we ride. Freedom calls from every side. Through the light we chase the day. This journey carries us away. Around the bend a view unfolds. A town unknown, a story untold. Sun on my skin, dust in my hair. Even the dirt feels rich out there. If I'm tired I'll just pull over. This road is mine. I'm not in a hurry. Sky road in the van we ride. No two scenes are ever the same. With every mile an engine sound, my heart lifts up off the ground. どこやろどっかあんねやろうけどな。あ、ここや。 Seeing hills reach out, they meet. 肉あげるしかないな。はい、洞爺湖湖畔にやってまいりました。7000万。で、あっちの方にこの方につけっぽい場所があるから、はい。自分どうやって行くんでしょうか。これが U。湖の隣一番の場所。今日はここが僕らの庭になる。タープを開いて椅子を出したら、誰か。早速入れたてのコーヒータイム。さざ波の音だけが聞こえてる。ゆっくり時がここに止める。流れ始める。ここは僕らの特別な場所。何もしないことが贅沢なんだ。フォントサイトこれが。水面に映る青い空をこんにちは。受付ってここですか。心の中もあ、はい。透き通っていくみたい。夕日が沈んでオレンジ色にはい、ありがとうございます。染まってくはい、ありがとうございます。焚き火の光が小さく揺れて、はい、到着でございます。管理とこちらで受付します。室蘭はね、結構工業地帯なんでね、少し北上して静かな湖畔のキャンプ場にやってきました。北海道の旅もね、だいぶ終わりに近づいてきたんですけども、最後の北海道旅を楽しんでいきたいと思います。今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の旅動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。ところで僕が今乗ってるこのキャンピングカーですが、実は2年前に普通の中古バスだったものを僕自身が一から DIY して改造してるんですね。もう一つの DIY チャンネルの方ではバスの全塗装から始まり、ベッドやキッチン、床暖房やエアコンの設置、さらには最強の電気システムを組むために初めてのアルミ溶接に挑戦したり、素人が試行錯誤しながら旅ができるキャンピングカーに仕上げていく、その全記録を動画で公開しています。このバスどうなってるのと少しでも気になった方はぜひ概要欄のリンクから DIY チャンネルの方も覗いてみてください。きっともっと旅が楽しく見えるはずです。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。